こんにちは、旅家です。旅する暮らしに憧れて、軽トラックの荷台に家を建てました。小さな家の小さな旅の物語、一緒に楽しんでいただけたら幸いです。今日は雨予報の車中泊です。2号機になって初めての雨車中泊。雨漏りが起きないかちょっと心配です。内装いろいろ変更してみました。椅子とテーブルを今回は持ってきました。そして前回分かった課題点、窓の断熱とスケスケ問題です。いっぺんに解決できる方法としてプラダンを貼ってみました。こんな感じでスライドもできます。なんだか障子みたいでいい雰囲気ですね。そして窓にはスモークを貼ってみましたが、これははっきり言って失敗ですね。室内が明るいのでただのミラーになってしまいました。外からは相変わらずスケスケです。片流れ窓にもプラダンを貼っておきました。これで断熱とスケスケ問題、ある程度解決できると思います。久々登場、アンティークテーブルです。そしてもう一つ、見えないところで大きな変化がありました。それは電気系統です。エコフローさんから拡張バッテリーを提供いただきました。私のキャンピングカーはすでにデルタ 2MAX とオルタネーターチャージャーをセッティングしてあります。今回この拡張バッテリーでさらにパワーアップさせていきます。電源はすべて助手席に置いています。こんな形で拡張させることで約 4000Wh 使えることになります。これで電気心配することないと思います。今日はこの大容量の電気を使ってオール電化車中飯を作っていきます。今日はカルボナーラを作っていきます。
まずはベーコンを切っていきます。続いて玉ねぎです。食材が切れたので IH コンロで炒めていきます。相変わらずこのキャンピングカー、荷物が整理できてません。エコフロー製品はアプリで管理ができるのでとても便利です。デルタ 2MAX と拡張バッテリー、たっぷりと容量が残っています。電気容量、車中泊でどのぐらい使いますかと質問をいただきます。私の場合、普段は熱源はカセットコンロなどで対応しているので、おおよそ 500W ほどしか使用しません。ですが、今回のように熱源を電気に頼ると一気に電力は消費されていきます。IH コンロやヒーターなどを使う場合は最低でも 2000W は欲しいところですね。換気扇にカバーをつけてみました。これで冷気が入ってきません。電気の心配なく車中泊ができるのは安心感が違います。台風などの大災害、地震などの避難時など、大容量の電力を持っておくことに越したことはありません。コンソメで味付けをします。生クリームの代わりに豆乳を入れていきます。具材の方に火が通ったので、今度はパスタを茹でていきます。電力に余裕があるので、お湯をたっぷり沸かしたいと思います。
残り 86%。 減る気配がありません。お湯が沸いたので早速茹でていきます。雨がだんだんと強くなってきました。雨漏りなさそうですね。よかったです。茹で上がったので具材と絡めていきます。ここに卵を入れます。チーズも入れていきます。あとは軽く火を通していきます。カルボナーラの完成です。しっかり電気を使ってもまだまだ残っています。ではいただきます。豆乳だからさっぱり、とっても美味しいです。美味しかった。ごちそうさまでした。こうして実際に生活をしながら内装を考えています。ローチェアとテーブル出してみましたが、
なんだか違和感があります。いろんなパターン試してみながら、より良いスタイルを見つけたいと思います。さて、夜のお供はかりんとうです。これが美味しいんですよね。よし、せっかく大容量の電気があるので、夜はプロジェクターを使って楽しみたいと思います。この時のために巨大スクリーン用意しておきました。友人がアラジンのプロジェクターを貸してくれたので試してみたいと思います。設置するとびっくり。この距離で約100インチの大画面になりました。電気を暗くすると自分だけの映画館が出来上がりました。こんな大画面でマリカーを楽しんじゃいます。しばらくやってみて、これも問題発見。画面がでかすぎて酔います。臨場感がありすぎるというのも良くないみたいですね。ああ、楽しかった。スクリーンモード、楽しいですね。改善しながら、より良いスタイルを見つけたいと思います。さて、寝る準備をしていきます。
では、おやすみなさい。夜中、ずっと雨が降っていました。プラダンでの断熱、大成功でした。割とあったかく過ごせました。20窓にするだけでこんなにも違うんですね。この無意味なスモークシール、剥がしちゃいましょうか。ああ、明るくなって気分爽快です。朝食モードに切り替えていきます。よし、着替えます。ここならいけるはず。せーの。見事に着替えれました。続いてテーブルもセッティングしてみようかな。それできました。朝は床に座るスタイルにしてみます。布団をソファーカバーに入れてソファーの代わりにしています。これナイスアイデア。もっといいアイデアが頭に浮かんだので、次回楽しみにしていてください。朝食はホットサンドを作っていきます。今日はきんぴらごぼうを挟みます。なんだかスライムっぽいホットサンドメーカーを使っていきます。
チーズも余っていたので入れてみます。あとは上手に挟んで焼くだけです。雨上がりの空気ってなんだか素敵ですよね。スライムくん、湯気を吐いて美味しそう。せっかくなので温かいお茶も作っていきます。本来大電流を使う機器は併用しません。ですがエコフローなら X ブースト機能でこんなこともできちゃいます。ホットサンドが焼き上がりました。お湯も温まったのでお茶っ葉を入れます。きんぴらごぼうのホットサンド完成です。ではいただきます。和風な味にチーズが合います。美味しかった。ごちそうさまでした。片付けをしていきます。
と思い立ち、配置を変えてみることにしました。窓側にカウンターを設けたらいいんじゃないでしょうか。おお、これはいい。布団ソファに座ってカウンターテーブルを囲んでテーブルを使う。悪くないぞ。次回へのいい発見がありました。また DIY 続けていきたいと思います。今日の物語はいかがだったでしょうか。小さな家の小さな旅の物語はこれからも続きます。チャンネル登録やベルボタンを押していただくと最新話を見逃しません。メンバーシップでは裏話や皆さんとの交流を楽しんでいます。X、Instagram、TikTok も運営しています。それぞれのリンク、詳細は概要欄をご覧ください。今回紹介したエコフローさんのリンクも概要欄にあります。それでは次の旅でまたお会いしましょう。ではまた。